さあ、始まりました。深見さん、今日もまたマニアックなものが並んでますね。これ、ナイキのロゴですよね。なんか、いつものシュッとしたロゴじゃなくて、文字がめちゃくちゃ四角いっていうか。じゅんくん、いい着眼点だね。そう、これはヴィンテージナイキのファンがこよなく愛する通称、ゴツナイキの T シャツだよ。ゴツナイキですか。ネーミングがストレートでいいですね。確かにごつい。この呼び名は日本発祥なんだけど、ネーミングセンスが抜群だよね。それでこのロゴ、最初の登場は1970年代の中頃なんだけど、最大の特徴は何かわかるかな？えーっと、さっきも言いましたけど、とにかく四角い、カクカクしてる。大正解。N、I、K、E の一文字一文字の特徴的な部分を強調したデザイン。しかも、曲線を使わず、直線のみで構成されているにもかかわらず、フォルムに愛らしさがある。とにかく一度見たら強烈に印象に残るデザインだよね。ちなみに、海外ではこのロゴ、なんて呼ばれてるか知ってるかな？海外でもゴツナイキ、じゃ通じないですよね。海外では、ブロックバスターって呼ばれてるんだけど、ゴツナイキでも通じるみたいだよ。そして、見て、このグラデーション。はい。4つの文字がきれいにグラデーションになって並んでますね。そう、古着好きの間では、このデザインを4年グラデって呼んだりもするんだ。めちゃくちゃ雰囲気あるでしょ。で、今回用意したこの2枚、一見色違いに見えるけど、実は生産国が違うんだ。まずこのベージュの方のタグを見てみて。あ、オレンジ色のタグがついてますね。オレンジタグってやつですか。そう、70年代後半から80年代前半にかけて使われていたオレンジタグ、アメリカ製だね。これは面ポリだけど、綿 100% の風車タグ仕様もあった。それももちろん、アメリカ製だよ。おお、やっぱりヴィンテージといえばアメリカ製。テンション上がりますね。でしょ？じゃあ、次はこの白い方のタグを見て。あれ、こっちは青。いや、紺色。しかもさっきのオレンジタグより、横にビヨーンと長いですね。これは横長の紺タグ。全然違いますね。そうなんだ。このタグは80年代の中頃から後期にかけての日本製についていたんだよ。有名なところで言うと、日本製のエアジョーダンの T シャツなんかにもついていたんだ。なるほど。じゃあ年代が違うんですね。これって今でも古着屋さんに行けば、ゲットできるんですか。いや、今はなかなか難しいんじゃないかな。2000年代の前半くらいなら、まだ古着市場に結構出てきてたんだよ。僕も当時は、ゴツナイキあるじゃん、くらいの感覚だった。でも、今は本当に出てこない。っていうか、探せばあるけど値段が高いんだ。そんなにレア化してるんですか。あと、もう一つ見てほしいところがあるんだ。N の文字を見比べてみて。あ、日本製の方は右下がとんがってますね。そうなんだ。こうやって並べると一目瞭然だけど、それぞれ単品で見ると気づかないかもね。いやー、面白い。マジでマニアックだわ。さらにマニアックになるけど、ゴツナイキのロゴは3タイプあったので豆知識として覚えておいてね。細かすぎる。今回はベージュと白を紹介してるけど、他にもカラーバリエーションがいくつか存在していたんだ。サックスブルーとかイエローとかのボディも昔はよく見かけたな。そんな時代もあったんですね。その頃に戻って買い漁りたい。それでは、また次回のヴィンテージ動画でお会いしましょう。バイバイ。